皆さんこんにちは。地理教育アドバイザーの森純子と申します。私はこれまで地理学は学んできたんですけれども、人文系が中心で自然系の方はまだちょっと知見が弱いかなという感じです。そこで今日はこのアイトラッカーを使って地形判読を学んでいきたいと思います。アイトラッキングとは、目の動きからどこを見ているのか計測するものです。今回はこのメガネタイプのアイトラッカーを使って地形学者の目線を追っていきたいと思います。さて、今回教えていただくのは八木先生です。先生、どうぞよろしくお願いいたします。理学博士である八木弘先生の専門は第4期地質学、変動地形学、斜面防災地形学、日本地滑り学会の会長を務めるなど、地形や地質に関するプロとして活躍されています。先生、アイトラッカーでどのように地形判読をするんでしょうか？アイトラッカー、そのものを使っているというわけではなくて、地形を読み取るっていうのは、斜面とかあるいは段丘とか、そこにある、崖とかですね、地形の変わり目、その場所がどうやってできたかということを強く反映しているので、ですからそういう地形を分けるということで、その地形の変わり目ですね、傾斜の変わり目を、どんどん取っていくわけですね。その結果としてそれを、まとめていくと、ここはこうやってできたんだなということが分かってくるということです。なるほど、そうなんですね。では、ちなみに今回はどちらを判読していただけるんでしょうか？青森県の南八甲田の中にある、赤倉岳という、比較的若い火山の、火山斜面が大きく、えぐり取られているようなところがあり、非常にそういったところを使うと初めての人でもよく分かる場所なので、そういう分かりやすい場所を使って、その場所がどういうふうに変化してきたか、変化というと柔らかい表現ですけども、山が大きくえぐれ取れるような、実際人がそこに住んでいると大きな災害になるような場所なんですけども、そういったことが起こった場所であるということを、知りたいということで、そこを選びました。なるほど。素朴な疑問なんですけど、若いって大体どれくらい前のものなんですか？私たちの感覚で若いというと、数千年か数万年ぐらいの時間スケール。でも若いですね。なるほど、分かりました。ありがとうございます。では実際に八木先生がアイトラッカーを使って地形判読されたやつをご覧ください。この後の解説で出てくる専門用語を先に学んでおきましょう。滑落崖とは、地滑りに伴う斜面の変動域との境界に形成される崖地形のことです。移動帯とは、地滑りによる斜面の変動域で土砂や岩盤の塊のことです。赤倉岳という比較的新しい時期の火山の東側斜面が大きくえぐれるように滑り落ちたということがこの地図を見ると分かります。その根拠としては、非常に滑らかな溶岩の流れでできた斜面が、その連続性が断ち切られるような形で非常に大きな崖が形成されています。つまり滑落崖という言われるものにこれが当たるわけです。これは南側ですけども、北側で見ていきますと、こういうふうに、非常に明瞭な飛行が150メーター、200メーターになるような崖もあるわけですが、非常に目立ちます。ここで円を途切れるような感じで書いたのは、一つは赤倉岳の直下に極率の違う別の崩れた跡が見られるからです。例えばこういうところですね。こういうところ、あるいはこういうところに別の極率の最初の、滑りにと比べると違う極率で崖が作られている。でそれぞれの、滑落
落崖の下部には、それに対応した移動体があるということがその根拠となっています。こういう形で、鉄上に、移動してきたものが、堆積しています。小さな二次的な滑りも見えます。で、そういったことでいきますと、非常に大きな山体の地滑りですけども、いろんなフェーズで形成されたのかなということが分かります。ですから一番最初の、滑りではこういう形の滑落崖ができたんだと思います。でその後で、上部に波及するような形で、別のスケールの地滑りできたと。で話を最初の、大きな滑りに戻していきますと、こういうところに最初の地滑りの移動体が見えるんですけども、一次滑りの中の移動体の中に、いくつかの大きな、二次的な滑落崖ができている。ですから、一回滑った後でさらに分化していったということが分かります。であるいはこの部分でいきますと、こういったところに、傾斜の変換線ができていて、この部分ですね、この部分が、沈下して、開いたことで、小さなささくれだったような、さざ波的な感じで斜面が、切れているというのが分かります。で、この移動体が、西から東へ動いたことで、もともとこの部分にあったところにも陥没帯ができています。でこういうふうな、南北方向に連続する、崖ができているので、そういった地形というものが大きな移動体が移動する過程で、取り残された部分がさらに、小さく分化していったんだろうということが、読み取れてきます。でこういう赤沼なんかはこの非常に大きな全体の移動体の中での、二次的な動きだ、で形成されたものだと思います。あるいは大きな滑落崖があると言いましたが、大きな滑落崖に沿っても二次的な移動体ができています。二次的な滑落崖に沿って、さらに小さな、移動体も見えているわけです。この部分なんかもそうですね。ここも、最初にできた滑落崖の一部がさらに、二次移動したものだと思います。今これ入れているのは最初に滑った滑落崖ですね。二次的な大きな滑落崖があると言いましたが、さらに、こういう方向で小さな崖ができていて、流れたような感じで、先ほど、さざ波状と言いましたが、小さな、崖がいくつも、三次的四次的な移動現象として形成されています。ここにある尾根状の場所も、こういう場所ですねに、影が見えて崖があるということで、東が三次的に移動してきているんだろうと思います。あるいは津田沼の、上部ですね、も二次的に出てきた移動体ですねの中に小さな三次的な、滑落崖、移動に伴ってできた地表のシワみたいなものがたくさん発達しています。で、この部分は、一種のグラーベンといいますか、抜け落ちた三次的に抜け落ちた後ですが、それが、
津田温泉の方まで、津田川の方まで、伸びてきているというふうなことが分かります。これ、大きな二次的な移動帯だということです。あとは最初に、流れて抜け落ちてきた、移動帯の表面を見ていくと、小さな、段差とか、クラックが、非常に、何度も言っているようなさざ波状のですね、変形が現れていると。これを見ていきますと、おそらく移動帯はその最初の移動帯の範囲としては、津田川の、左岸に到達した後で、止まったのかなという、あるいは現在でもこういう場所に沿って小さな段差地形が見えますから、最新の活動というのは津田川に沿ったところで、出ているのだろうというふうに、考えていきます。先生、判読お疲れ様でした。それではですね、早速判読していただいたものを見ていきたいと思うんですけれども、今回の判読はどのあたりがポイントだったのか、動かしながらご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、非常に明瞭な地滑りの地形なんですね。ですから非常に大きな滑落街が見えているということで、全体もともとの地形っていうのは、滑らかな斜面がずっと広がっていたはずのところに、非常に大きな崖があって、それでその斜面の連続性が断たれてしまっているということで、どなたにでもお分かりになるのではないかというふうに思っています。ただ、内部の地形っていうのは非常に複雑なので、少し落ち着いて見ていかないと分かんないんですね。で、その前に、大きな崖っていうものが実は普通ならばこの山の方までずっとつなげてしまいがちなんだけども、南北の非常に大きな崖の、西の方の延長っていうのは実は途切れてしまうんですね。で、山頂の直下では小さな半径での、滑りが起こっている、滑落街という抜け落ちたようなとがあるんですけども、東側のやつに比べるとちょっと様子が違う、連続性が違うわけですね。こういった連続性の違いというものにまず目をつけるわけです。で、そうすると、大きな崖ができた後でこの部分が抜け落ちたんだな、あるいはここも同じように抜け落ちたんだな、抜け落ちたものに対応するような、移動体っていうのがここに残ってますから、それと、崖の存在と移動体を重ね合わせて考えていくと、この2つの、二次的な滑りというのは見えてくるわけです。なるほど。で、あとは、非常に大きな、火山のですね、8分の1ぐらいの、部分が抜け落ちたわけですから、抜け落ちた場所ものが、津田川っていう谷の方に向かって流れ落ちたんだなっていうことも、板状にですね、見えてくるわけですね。で、大きなものが抜け落ちするとその後が、抜け落ちてしまったところにあったものがですね、開いたような感じで、ばらけている、だからこれ南北西の、いくつかの、4本ぐらいの大きな尾根が見えるということで、ここが、東部の、我々の言葉では東部のその陥没帯になるわけですね。で、その中でばられて、短冊状に割れてしまったような尾根が残されているということが見えてくるわけです。で、あとは、大きな移動帯というものを見ていくと、その東へりのところに非常にやはり目立つ崖があるわけですね。ですからこういう大きな崖があると、その崖の基部、麓のあたりを見ていくと、やっぱり凸凹したエリア、移動帯っていう私たちが呼んでる場所ですが、やっぱりここにもあって、でその中には、さざ波状に小さな尾根とかへこみっていうのが並行してあるということで、これが
二次的な大きな滑落崖であろうということになるわけですね。で広く板状に移動したところでも、多分この辺り特にですね、2つの大きな崖に囲まれたところが扇を広げたような感じで、なんていうか北東南西方向に小さな尾根が見えている。ですから、全体が動く中で、ここが広げられてしまって、抜け落ちはしてないんですけど、抜け落ち手前で止まった状態のエリアが見えてくるわけです。この中にも小さな、陰影影の部分がずっとついているので、段差がたくさんあるんだなっていう、二次的な変動に伴ってできたものが見えているわけです。でもう一つはこの南側のところにいますと、ちょっとした谷のような谷、全体動いたんですけど、この中で、こういう方向に筋が見えています。ですからそういったものは、この部分が、ばらけるような感じで下流側に向かって、抜け落ちていったんだっていう、そういったことは見えて、今の津田温泉があるような場所っていうのはそういう、上流側からやってきた地滑り堆積物の中の止まる直前のですね、がここに示されているんだと思います。であとはこういう津田沼というのも、結局こちら側からやってきたものが、この、大きな崖の前面を塞いでしまったので、池ができているんだということですね。そういうようなことは見えてくるわけです。すごいですね。本当に地形図を見てそこまで細かく分析ができるっていうところ、やっぱりその専門家ならではの目線なんだなってすごく今感じてます。地形っていうのは別に地形の変わり目を探し出すという、それでかなりのことは分かっちゃうよっていうことです。ありがとうございます。では先生、地図を変えまして今度ヒートマップで見ていこうと思います。ヒートマップとは、アイトラッカーが捉えた視点がどの箇所にどれだけ長く止まったかを表す図です。長く見たところほど暖色になります。こうすると色がオレンジ赤いところがよく見てるっていう場所でしょうか。そういうことになりますね。ここの場合は初心者の方だったらこういう大きな崖のところに視線が集まってきちゃうとは思うんですけども、私なんかはより大きな崖よりも二次的な動き、三次的な動きみたいなものが関心があるので、そういったことを確かめようとしているわけですね。特にこういう大きな移動帯の中で、この部分が開いたようになっているということを申し上げましたが、移動して少し落ち着き始めた後で、その移動帯の北へりの部分が、こちらの北向きに北西向きに少し動き始めた関係で、ここが抜け落ち全体が開いたようなことになっている、こんな感じになっているわけです。っていうことがここに見えるなということで、ここに注目度が高まっているということですよね。あとはこの部分は、南側には谷みたいなのがあって、そこにできて、そこをまた二次的三次的な動きをしたんだという話をしましたが、その滑り落ちた場所の、頭の部分がどうなっているのかということで、少し赤みが強くなっているのだと思います。なるほど、そういうところを見てらっしゃるっていうことなんですね。ではまた地図を変えてお話を伺いたいと思います。こちらの地図は実は私初めてなんですけど、何という地図なんでしょうか。これは、国土地理院の、地理院地図の中で示されている干渉差という、衛星から見た地表の非常にわずかな動きを示したものです。年間でいきますと、3.6 センチだっけかな、程度の動きが見えていることになります。そうなんですね。非常に小さい動きのように見えるんですけども、地滑りで動いてきた場所がさらにまた動いているよということがこの地図からは読み取れるわけです。なるほど。干渉差とは、
人工衛星から地面に電波を当てて、時間差で撮った画像を比べることで、地面のわずかな動きを測る技術です。地震や地盤沈下などの変化を詳細に捉えることができます。ありがとうございます。そうするともう一枚地図があるので見ていきたいと思います。でこれは、上下変動が出ているわけですね。青く全体薄く青く表現されているのは、この部分は沈下しているということなんですね。東西方向では非常に強い、オレンジの表示になっていましたから、全体として東方向谷の方向に向かって動いてるんだけど、その結果として、その足元が、ずれていきますと、それに伴って上の斜面の上の方では陥没しちゃうという、そういったことがここに示されているわけです。なるほど。詳しい解説ありがとうございます。先生、いろんな解説判読ありがとうございました。今回はどんな地図を使ってこられたんでしょうか。これは国土地理院のホームページで出ている、地理院地図というウェブサイトですね、で示されている起伏陰影図というものを使ってお話ししたわけですね。公開されているものっていうことですか。はい。国土地理院のホームページの中で、辿っていけば見ることができます。となると私たちも気軽にその地図を使って地形判読ができるということですかね。少し練習すれば。このような地形の判読はどのようなことに役立ちそうでしょうか。一般の方であれば自分の住んでいる場所の近くに大きな地滑りがあるかないかとかですね、で実は判読しなくても地理院地図の中では、多機関が提供している、いろんな情報も同時に見ることができる、重ねて見ることができるようになっています。特にその防災科学技術研究所が出している、地滑り地形分布というものも、載って見ることができますから、そういったものと地形と重ね合わせたりすることで、自分たちの身の回りにどういうふうな、地滑りがあったり、あるいは活断層がするとかですね、そういった情報を全て、見ることができるわけです。でもう一つは、地理を学んでいるような、学生さんです。特に地形学を学んでいる学生さんは、こういったものを使って地理地図の情報を使って一般の人たちへの防災教育ですね、そういったことを、やっていただけるようになるのではないかというふうに考えています。もう本当に地形判読の技術を先生のような専門家からどんどん若い世代につなげていきたいですよね。そうですね、かつこういう身近な道具を活用して、防災教育に生かしていただきたいという、それを願っております。本当にぜひこの動画をご覧の皆様も周囲の地形に目を向けていただけたら嬉しいです。先生、今日はありがとうございました。